皆様こんにちは。ジオラマ制作担当のアトリエモリジです。今回はコルクボードに再現したミニレイアウトをご紹介します。14年前の2011年に作った作品なんで、今とは少しテイストが違うんですけど、既製品を中心に実際の鉄道路線の沿線を再現していまして、現地の取材の模様や簡単な制作状況、そして完成までを一気にご紹介します。動画には目次、チャプターを細かく設定しましたので、そちらもご活用ください。コルクボードの上に実際の鉄道路線の情景をどうやって凝縮していくかという過程を最後までお楽しみいただけましたら嬉しいです。川崎区の日常を既製品でジオラマにしました。動画は概要欄をご参照ください。今回は昔仕事でよく沿線を訪れていた福島交通飯坂線を再現したいと思います。飯坂線は福島駅を中心に福島市内の飯坂温泉を結ぶ市内電車で、飯電の愛称で親しまれています。全線単線なんですけど、電車の本数も多くって元東急の車両たちが活躍してます。飯坂線はもともとが軌道だったっていうこともあるのか、かなりの区間で県道と並走してまして、しかも線路と道路がすっごく密接してて、河川中に道路標識が設置されている場所もあったりします。こういうところって面白いですよね。模型で再現すると雰囲気が出せそうです。河川中は画像のタイプのものが多く設置されていて、これって津川陽光製品そのまま使えんじゃねえなんて思ったりしました。江ノ電みたくマイ踏切がたくさんあって、当時は各家庭専用の第4種踏切が数多く見られたんです。飯坂線は JR 線との交差する一部を除いて、線路はほぼほぼ平坦な場所を走っているのも特徴なんですけど、硫黄島前駅から花水坂駅の間は摺上川の支流の小川っていう川が形成した河岸段丘の段丘街を切り通しとか何やらで下っていくんです。で、小川を鉄橋で渡ると飯坂の市街地が広がってます。で、花水坂駅付近で再び段丘街があるんですけど、電車はそこをかわすように低地を進んでいって、ほどなくして飯坂温泉に到着するっていう感じなんです。で、飯坂温泉駅って摺上川のほとりにあって、昔はこの駅舎の下側の赤くマークした部分、ここに旧駅のホームがあったそうです。ではこれらを踏まえてレイアウトを作っていきます。15年前の作品なんで制作画像に限りがありますので、サクサクとリズミカルに手短にご紹介します。プランは福島盆地上にエンドレスを置いて、ちょうどですね、硫黄島駅あたりの摺上川水系が形成する河岸段丘を下りながら、そこを視線で再現して終点に飯坂温泉駅を作るっていう簡単なプランにしました。線路の勾配は以前動画でご紹介しました山岳レイアウトの時に使用したウッドランドシーニックス製のサブテレインの勾配セットを使用します。またちょっと空き地が広すぎるなって場所があったんで、そこにはスチレンボードを積み重ねて厚紙を接着して地盤を作りました。木工用ボンドを塗った上に紙粘土を貼って斜面を再現します。この紙粘土なんですけど、水に溶けるんで、水を含んだ筆でベース全体に伸ばしてあげて下地処理にしました。パウダーを散布すると、木工用ボンド水溶液で固着するときにこんな感じで紙粘土の黒色がにじみ出すんですね。で、パウダーの色調がかなり黒っぽくなるんで、色調の調整が面倒なんで今はジェスを使っています。でも地面の明暗の差を出したい時とか、この黒い紙粘土はめっちゃ使えるなと思ってます。飯坂温泉駅のホームを自作します。まずはスチレンボードを積層させて土台を作りました。続いて新聞でホームの型紙を作って厚紙を切り出します。ホームを作っていきます。昔の飯坂温泉みたいに川べりのホームを再現しますんで、擁壁は厚紙にグレインペイントを塗って再現しました。可動性の対抗式ホームの壁を使用してホームの壁を再現します。川側のホームの壁はグリーンマックス製の高架橋の側壁を使用しました。駅名看板とか広告看板を製作してホーム上に貼ります。屋根はグリーンマックス製のコルゲートとプラストラクト製の H コを使用して再現しました。15年前ってこうやって作ってたんだなぁなんて自分でも再発見しています。僕が仕事でしょっちゅう福島に行ってた頃って、飯坂温泉駅は今と違ってクリーム色のコンクリート製の建物で、なんか役場みたいな感じだったんですよ。で、サンクスが併設されていました。この部分が駅を再現する場所なんですけど、ちょっとスペース的に駅の再現って難しいんで、こんな感じで厚紙を使ってサンクスの部分だけを作って、撮影した画像とか作ったデータを印刷して、キットの余ったパーツを貼ってみました。
取材の時に撮影したこの画像を印刷してあげて、駅舎に貼り付けて奥行きを再現しました。街並みは既製品を使用して再現します。15年前の僕は将来の僕が当時苦手なプライタで建物をスクラッチしてるなんて全く想像できてないと思います。飯坂線は基本的に県道と並走しますんで、線路の脇に道路が再現できる場所はこんな感じで県道を再現しようと思います。そして右上の角なんですけど、主要道路を接続させることでコーナー種類をいい感じで収めることにしました。県道に接する沿線の住宅街は新旧の住宅街が混在してましたんで、ジオラマでもそれを意識します。県道に接続する狭くも広くもない道をこんな感じで再現して県道を両方で結びます。沿線で多く見られるこういう前踏切はこの家を線路から入れなくして、この辺りに前踏切を再現しようかななんて考えています。イメージができましたんで、新聞を敷いて建物を置いて道路をトレースします。カッターで道路部分切り出したら型紙にして、これを元に道路を作りました。当時の僕はプライタ工作そういうわけで大の苦手でして、厚紙を使って道路を作っていました。まずはグレーのグレインペイントを塗って側溝の部分をマスキングします。そしてダークグレーのグレインペイントを塗って塗り分けで道路部分と側溝を再現していました。もちろんタミヤ製の造形テクスチャーペイントでも同じです。完成した飯坂温泉駅をご案内します。様々にアレンジして制作しました。小さなレイアウトなんで何かギミックをっていうことでトミックス製の2灯式信号機を設置して運転にアクセントをつけました。制作編でもご紹介しましたように、ホームの壁はグリーンマックス製品を使用していて、レイアウト手前の降車ホームはわざと屋根を省略して視認性を高めました。駅はこんな感じでレイアウトの端っこギリギリに再現しています。上空から俯瞰してみると降車ホームの様子がより分かりやすいと思います。右手の駅舎の部分は併設のコンビニ部分を再現しました。ホーム端っこの駅舎側は現地取材の時に撮影した画像を建物に貼り付けて奥行きを再現しています。乗車ホームには福島型に向かう人々を再現していて、ホームの壁には取材で撮影した画像を使用して再現した広告看板を設置して、列車接近の案内も同様に再現しました。ホームはレイアウトの端っこの摺上川の川べりにアレンジして再現していて、昭和時代のホームの位置に再現したような感じになります。ホームの面よりも一段高いところの建物のレイアウトの中央側には当時あったサンクスを再現しています。レイアウトの全体像です。幅 600mm、奥行き 450mm のコルクボードを福島盆地に見立ててミニカーブレールでエンドレスを組んでいきました。そしてここから視線が分岐して硫黄島駅から花水坂駅の区間をイメージした下り勾配を進みながら、先ほどご紹介しました飯坂温泉駅で終点になります。駅の脇には摺上川を再現しました。取材した時にぜひ再現したいなと思ってた前踏切はこちらのお宅用のものをこの場所に再現して、そしてこちらのお宅用のものをここに再現して、合計でレイアウト内に2カ所の前踏切を再現しています。飯坂線ってほとんどの区間で県道3号線と並走しますんで、このレイアウトでもエンドレス内の直線区間は全てこんな感じで県道を脇に再現しました。またちょっとコーナーの処理ってめっちゃレイアウト悩むじゃないですか。で、ここ中途半端な空き地がいっぱいできるなと思ってカーブする線路に沿うような感じで県道を再現して空き地が最小限になるように再現しています。あとこの住宅街の道路なんですけど、道路って時々急に道幅が広くなったり逆に狭くなったり変な形だったりいろいろあるじゃないですか。なので何もレイアウトの道路って綺麗に作る必要ないなって思ったんで、このごちゃごちゃした感じを再現しています。このレイアウトでぜひ再現したかったのが前踏切です。線路と県道がカーブするこの場所には大地主さん風のお宅を勝手に想像しまして、そこに前踏切を再現しました。そしてお屋敷の敷地内では、僕ワンちゃん好きなんでワンちゃんをはじめですね、皆さんがくつろいでらっしゃるっていう姿を再現していて、でこちらのお宅にも前踏切を再現したんですけど、さっきと違って踏み板ジオコレの踏切のものを使うことで木の踏み板を再現してるんですね。そうやって違いを再現しています。ちっ
ちゃいレイアウトなんで剣道の再現はかなりアレンジしまくったんですけど、マクロで見てあげればなんとかいい感じに収まってくれたように感じてます。同じような場所からの撮影なんですけど、こんな風に画角を変えるだけでガラッと変わった情景を楽しめますし、そんなことよりちょっとここご覧ください。これね、やりたかったんですよ。僕がね、勝手に飯坂線名物だと思ってる河川中に設置された道路標識です。結構調べるといろんな種類がありまして、なのでこのレイアウトでも内容が違う道路標識をもう一箇所に再現してニヤニヤしていました。県道は車で混雑する様子を再現していて、こちらの住宅街の道路とのメリハリをつけています。県道と線路ってとっても密接に並走しますんで、その密度感をめっちゃ意識して作っています。頭を悩ませるコーナー処理も兼ねて幹線道路との交差点を再現していて、コンパクトなレイアウトなんですけど、マクロで見るとこういう風に奥行きも感じることができるように作っています。住宅街を駆け足でご紹介します。小さいレイアウトなんで設置できる建物の数は限られてしまうんですけど、駅側の県道沿いには2軒の住宅を再現していて、建物のデザインとか敷地の外側の外壁とかフェンスとかの違いで建築年代を想定できるように作っています。ちなみにこちらのお宅の車庫の入り口にはこうして金属製の門扉を設置してまして、僕にとっては記念すべき初めての金属パーツだったっていう風に記憶しています。県道と県道をつなぐ道路沿いには比較的新しい建物を置いてて、近年になって宅地化が進んだっていう様子を再現しています。なので県道に近いところにはこんな感じで古い建物を置いています。最後に飯坂温泉駅に向かう硫黄島駅から花水坂駅間をイメージした支線の区間をご紹介します。その花水坂駅なんですけど、卓上サイズのミニジオラマにしていまして、よろしければ別動画になってますんで概要欄をご参照ください。飯坂温泉駅を出発した電車は摺上川が形成した河岸段丘を上がっていきます。沿線でも数少ない緑のトンネル区間になってまして、このレイアウトでもこの一角だけはちょっと雰囲気が違っています。木々の間を電車が駆け上がっていってエンドレスに合流して支線は終了になります。コルクボードっていうコンパクトな空間に福島交通飯坂線の雰囲気をギュッと凝縮したこのレイアウト、いかがでしたでしょうか。15年前の作品なんですけど、今回の動画化にあたりまして改めて見直すと結構細かい設定考えながら頑張ってたんだななんて自分でも再発見しました。と同時に昔のことをさっぱし覚えてない自分にびっくりしたり、はたまた作品が今と質感が違うことにびっくりしたり、当時は YouTube を知りませんでしたので、まさかこんな風に動画になるなんて夢にも思ってませんでしたけど、こうやって昔の作品を動画化するのもすっごく勉強になるもんですね。取材に関しましても模型化目線での視点なんで、画像を見てみると少しだけ思い出すこともあって、例えば飯坂温泉駅のこのホーム、壁とかどうしようって思ってたんですよ。で当時僕の部屋には三軒茶屋駅の地下レイアウトがあって、この画像なんですけどね。でこのホーム可動性の対向式ホームの屋根を取って使ってたんですよ。なのでその時に取り外して余ってたり屋根とかホームの壁とかがあったんで、その壁使えるんじゃねえなんて思ったんです。それだけじゃなくって、取材画像を見返しながら曽根田駅のこの画像を見つけて、ここ数年後に作品にすんだよなとか、東北自動車道との交差地点のこの画像を見て、ここも作ったとかなってました。特にこの画像は今回のレイアウトだけじゃなくって、平野駅の作品でも活用してまして、でその平野駅のジオラマってこんな感じの作品なんですけど、この作品そのうち改めて音声解説で動画化したいと思っていますので、公開の際にはお付き合いいただけましたら嬉しいです。今回も最後までご覧くださいまして誠にありがとうございました。また次の機会に皆様とお会いできることを楽しみにしております。ありがとうございました。さようなら。ここでお知らせです。ジオラマ制作担当の私アトリエ森次がオーダーメイドのジオラマ制作を始めました。詳しくは概要欄をご参照ください。